キラッとする感じが可愛いのと、全体的にぼかしてちょっと赤っぽいチークにして、よりバレンタインメイクっぽく長い棒状のウィッグがあるんですけど、それをこのお団子に1個ずつ巻きつけていきます。皆さんこんにちは、青木美佐子です。今回はバレンタインが近いということで、バレンタインドールメイクをしてみました。それではどうぞ。まずカラコンなんですけど、アイコフレのリッチメイクというのを使いまして、今回はチョコレートメイクということなので、目もチョコレートカラーのブラウンにしました。コンシーラーはジル・スチュワートのコンシーラーを使いました。これは本当に私毎回使ってるものなんですけど、目の下とか、あとこの辺のほうれい線とか隠したいところを中心につけると隠れるので、とてもおすすめです。あとちょっと明るめのカラーなので、お肌もワントーンぐらい明るくなります。ファンデーションはマキアージュのものを使ってます。オークル00番というものを使っていて、一番明るめのカラーをつけています。で、肌全体に結構濃いめにつけて、毛穴が見えないようにつけてます。アイシャドウはインテグレートのレインボーグラデアイズの715番を使っています。これはブラウン系なんですけど、ちょっとつけてみるとピンクが混ざったような赤茶みたいな感じの色味がとても肌なじみも良くて、チョコレートメイクだと全体的にブラウンにしてしまいがちなんですけど、ブラウンにするとロリータメイクだとちょっときつめになっちゃったりとかするので、ちょっと赤の入った赤茶みたいな色を使うとすごく可愛くナチュラルな感じにできます。で、私が今回これを使ったのはちょっとグラデーションっぽく、二重の幅のところに一番濃いブラウンを、で2番目3番目という形でちょっとグラデーションにして目に立体感を出すような形で塗りました。で、このキラキラのところなんですけど、これは涙袋のところにつけました。ジル・スチュワートのドリーミークチュールアイズです。これを使ったんですけど、まず、立体感を出すために目の際でちょっと垂れ目っぽくしたかったので、目の際のところにブラウン、濃いめのブラウンをつけてます。で、目の下のところはちょっと涙袋を強調させたかったので、ピンクを使いました。そうするとちょっとうるっとした印象にもなるし、デカめ効果もあります。アイライナーは K パレットのリアルラスティングアイライナーを使いました。こちらはダークブラウンなので、チョコレートメイクの時とか、あとアイシャドウも茶色系にしているので肌なじみもいいし、全体的にグラデーションにもなるので可愛いのと、あと黒っぽくしちゃうときつめになっちゃうので、アイラインはブラウンにした方が優しい感じのドールアイになれます。つけまつげはダイヤモンドラッシュのリッチブラウンシリーズのクラシックアイズをつけました。これは、ブラウンの毛束なので、今日のチョコレートメイクにも合いますし、すごく自然なつけ心地で、つけた感じもあまりバサッとしすぎないので、力強くなりすぎずロリータ感のメイクにも合うものになっています。とろけるような目元を演出してくれるので、とても自然で可愛らしくておすすめのつけまつげです。つけまつげの上から隠すような感じでつけたのがこちらのアイライナーなんですけど、 K パレットのリアルラスティングアイライナーのブラウンをつけています。これをつけることによって、まつげと、自分の肌が馴染むような感じでしっかりくっつくのと、あと自然な感じで流れるように最後にこれをつけています。つけまつげを全部つけたところで、最後に地まつげとつけまつげを両方いっぺんにこの、ビューラーで上げていきました。で、最初にビューラーを上げてからつけまつげをつける方とかもいらっしゃるんですけど、そうすると地まつげが邪魔でつけまつげがつけづらかったりっていうことがあるので、私はいつもつけまつげをつけてからつけまつげと地まつげを一緒にビューラーで挟んでググッと上げるようにしてます。マスカラはキャンメイクのフレアリングカールマスカラボリュームプラス01番をつけました。
これは黒とブラウンの間ぐらいの色味なので、今日みたいにチョコレートメイクの時にもすごく合いやすいし、あとつけまつげもブラウンのつけまつげにしているので、なるべく茶系のマスカラをつけることをおすすめします。で、私はあまりきつめのメイクになりたくないので、下まつげはと上まつげ両方ともなんですけど、このブラウンをつけました。下まつげは地まつげをつけてるんですけど、あんまりきつめの感じになりすぎないようにするために、地まつげにこのブラウンのマスカラをつけて可愛らしい印象にしています。 LA スプラッシュリキッドアイライナーのゴールドをつけました。地まつげとつけまつげ両方につけることによってまばたきをした時にキラッとする感じが可愛いのと、あと今回のお洋服で結構ところどころゴールドも入っていて、やっぱりチョコレートってなんかゴールドの包装紙に包まれてるっていうイメージがあるので、それをイメージしてこれをつけました。チークはキャンメイククリームチークの CL07 番をつけました。これはクリームチークになっているのですごく発色がいいのと、私は一番濃いところ、黒目の下のところに、チーク一番濃い色を持っていくととても小顔効果もあってふわっと可愛い印象になるので、この色をつけています。あとちょっとバレンタインっぽいメイクにしたかったので、チークは赤系の色が可愛いなと思ってこの赤いチークをつけました。続いてラデュレのプレストチークカラーの101番をつけています。これも先ほどと一緒なんですけど、ちょっと赤っぽいピンクになっていて深みのある色味なので、全体的にぼかしてちょっと赤っぽいチークにして、よりバレンタインメイクっぽくしています。ピンクとか、オレンジ系の色味だとちょっとふわっとなりすぎちゃうとチョコレート色に負けてしまうので、ちょっと濃いめの赤をチークで入れることによってバレンタイン感を出すと可愛いなと思っています。あとは塗り方としてはちょっとハートを意識してハートっぽい感じに塗るとよりラブリーに可愛く塗れると思うので、バレンタインメイクの時はハートチークで可愛く塗ってみてください。口紅は3つつけたんですけど、一番最初に口角までしっかりラインが出るように塗ったのがこのチフレのブラウンのリップなんですけど、ブラウンって結構使いづらいかなと思われる方も多いと思うんですけど、結構肌なじみも良くて、唇の色と合わせるとちょっと本当にチョコレートを食べたような感覚になるような深みのある赤っぽい色になるので、すごくお上品でクラシカルな印象にもなるので、私は今回チョコレートメイクということで初めてなんですけど、このブラウンのリップに挑戦してみました。2つ目につけたのがラデュレのスティックルージュの06番をつけています。ちょっとブラウンだとなかなか緊張するっていうか、ちょっとドキッとされちゃうこともあると思うので、このブラウンを少しピンク寄りにしたかったので重ね塗りをしています。で、結構今バレンタインメイクということでピンクブラウンのリップがすごく出ていて、すごく今流行っています。で、これもちなみにピンクブラウン系のリップになっているので、バレンタインの時は流行のリップを使うのもおすすめです。最後に塗ったのがジル・スチュアートのいちごのリップです。これはあまり色味がつかないんですけど、少しツヤも出たりとか立体感も出るので、最後の締めにつける感じがおすすめです。口紅を重ね付けしちゃうと結構縦ラインが出てしまって、ちょっとおばさんっぽくなっちゃうというか、すごくラインが出てしまうのが気になるので、私は必ず最後にこのリップを使ってこの縦ラインが出ないように、唇のシワが出ないように立体感を保つためにこれをつけています。今回シールとラインストーンをつけたんですけど、シールは200円ぐらいで売っている雑貨屋さんで売っている、よくお手紙とかに貼るようなシールなんですけど、今回バレンタインメイクだったので、やっぱり赤いハートがバレンタインっていうイメージだったので、私はここにつけています。で、
で今回はチョコレートが溶けた感じ、メルトな感じを意識したので、このラインストーンの大きいやつとちょっと小さいやつをこのハートの上2つつけて、ちょっとチョコレートが垂れてるような印象にしたくってこれをつけました。でラインストーンをつけるとやっぱりキラッとして重厚感も出て可愛いので、パーティーの時とかお茶会の時とかラインストーンをつけたりシールをつけるのもおすすめです。髪の毛なんですけど、今回は 25mm のコテで毛先は巻くようにしています。毛先を巻くようにすると全体的にお団子にする時に毛束がまとまりやすいので、私は必ず髪の毛を巻いてから結ぶようにしているので、それがおすすめです。で髪を巻いたらまず2つに分けるんですけど、1個ずつお団子を作っていきます。でお団子は割と大きめの方がボリュームが出るので、ちょっとふわっとさせた感じ。髪の毛私は長いのでどうしてもボリュームは出ちゃうんですけど、もし短めの方とか髪の量が少ない方はあまりギュッと縛らずにふわっとした感じで、ちょっと毛束を出す感じでふわっとした感じで2つくまちゃんみたいな感じでつけます。で2つお団子を作ったら、その周りに長い棒状のウィッグがあるんですけど、それをこのお団子に1個ずつ巻きつけていきます。棒状のウィッグなんですけど、こうやって1個ずつ巻いて可愛くするのもいいんですけど、ツインテールにしたりとか、2つまとめて大きなマリー・アントワネットみたいな髪型にしたりとか、いろいろなシーンで使えたりするので、より自分の色と同じ髪の色と同じ棒状のウィッグを買うのをおすすめします。私が持ってるのはプリシラさんので1500円ぐらいで売ってて、かなり安いものなのでとてもおすすめです。このウィッグの部分と、地毛の部分がちょっと目立ってしまうので、カチューシャをつけてバランスを見たりちょっと隠したりしています。あと髪のボリュームがあるところにいっぱいコームのリボンをつけて、ちょっとボリュームを持たせて自分がプレゼントになったみたいな気分になるようにいっぱいリボンコームをつけています。で最後にここに小さいハットをつけて、かなりボリューミーなバレンタイン特別のお茶会に参加するようなコーディネートにしてみました。今回のバレンタインドールメイクはいかがでしたでしょうか。甘い感じのメイクにしたんですけれども、ポイントとしてはこのメルトみたいにチョコレートが垂れてるようなラインストーンのシールだったりとか、あと全体的にブラウンにしたメイクだったりとか、チークを赤にしたりとか、リップ私初めてなんですけどブラウンを使ってみたりとか、ちょっと初挑戦の大人っぽい感じのメイクにもなったんじゃないかなと思いますので、ぜひぜひ参考にしてみてください。今日のお洋服なんですけど、バレンタインメイクということでチョコレートを意識した感じのベイビーさんのお洋服を着てきました。で私はチョコレートって思うとストロベリーチョコレートが一番好きなので、ピンクのストロベリーとチョコレートの感じをイメージしてこれを着てきました。で裾のところにクマちゃんがいるので、髪型もクマちゃんっぽくしています。でお洋服は結構可愛くてモリモリな感じなので、頭もいっぱい持って自分が持っているピンクとか茶色系のリボンコームをいっぱいつけて、でリボンコームだけだと物足りないのでちょっとハットもつけてみて、かなりモリモリなヘアメイクにしてみました。かわいいパティーンさんのチャンネル登録をして、他の動画もたくさんあるのでぜひぜひ見てください。それではじゃあね、バイバイ。